口パクについてですね、全世界言語も違ってたりもするので、やっぱりそこで日本は日本なりの独自の文化で歩んでいるっていうところがあるので、そこを日本のアニメを作っているっていうところがあるので、そこを説明していこうと思います。通常のよくあるパターンですかね。こういう普通に A1 がキャラの本体で B セルのところで口パクをするっていうのがね、一番スタンダードだとは思うんですよね。まずそこで文化的な違いとして、この B からってなんだよっていう、から1、2っていう、閉じ口は B1 で中口が2で開け口が3なんじゃないのっていう、ここが本当は123でこっちが123なんじゃないのって思うんですよね。こっちの方が通常の教科書に出てる書き方としてはこれが正解です。なんで123じゃなくてから12にしたかって言ったら、少しでも動画の枚数を減らしたいんですね。でこれをやるだけで1枚は減るんですよ。そういう積み重ねをすることによって枚数は減らしていく。日本のアニメって予算で考えると3400~500枚ぐらいでテレビシリーズを作らなくちゃいけない。でもやっぱり動いてなんぼっていうところもあるから、動かすところはやっぱり枚数かかるので、少しでも動画さんには悪いですけどから12っていう形で枚数を減らす、そういうことをやっていますと。演出としては枚数オーバーになっちゃうと会社の売り上げとしてマイナスになってしまって仕事が来なくなるっていうのがねあったりはするので、やっぱり少ない枚数で動いてみせていいクオリティになるのがいい演出の条件だったりはするので、そのためにこうやって少しずつ枚数をケチるっていうことがあります。じゃあから12ってどうすればいいのかって言ったら、 A1 にもう閉じ口が書き込まれている。で実際の A セルのものだったらこれが A1 で B1 で B3 っていう形で A セルの素材 B セルの素材っていう形で分けてやってたりはするんですけど、 A セルに閉じ口を書き込んじゃって、でも閉じ口のところにはハイライトとか影とか作品によってはあったりはするので、この B セルのかぶせの開け口なんですけど、実際は肌の色を周りに塗ることによって閉じ口がこうやって隠せることになる。開け口と肌色をかぶせることによって閉じ口を隠す、そういう手法がこの×1、2っていう日本語的にはかぶせ台詞、から台詞っていう形でやっている手法だったりはしますね。そのかぶせ台詞で全部やれば、枚数も減っていいのかなって思われるんですけど、よく何でもかぶせればいいっていう形でこういう横口で顎が動くものをかぶせようとする人がいるんですけど、かぶせようがないわけですよね。かぶせようとしてもどうかぶせるのみたいな、ここ肌で塗られちゃうけどみたいなっていう感じだったりはするから、顎が動いたりとか、いわゆる横口、もちろん正面のところでも顎パクってなったら、そういう線が動くところにはかぶせ台詞はできないので、そこは気をつけといてください。よくね新人の原画マンがもう全部かぶせ台詞でいいんだと思って書きますけど、顎が動いたらそういうことはできないので、そこは注意しといてください。続いてですね、セリフが C の123の場合もあれば C の×56D の×89とかいろいろあったりはするとは思うんですけど、必ず数字の若いものが閉じ口で、数字の大きいものが開け口で、真ん中のやつが中口。これは必ずルールとして覚えてください。これを逆にすると絶対にミスの元になるので、一番最初の数字が閉じ、一番大きい数字が開け、これももちろんそうですよね。中口開け口っていう形になるので、必ず逆にはしないように心がけてください。次ですね、なんで日本って3枚パクなのかって、123またはから12っていう
ところがあるんですけど、一応テレビシリーズは基本7割方の作品はこれでいってます。なんで基本はこうなんだなっていう形でまずは覚えてください。じゃあそっから違う方法論があったりはするんですけど、まずはシャフトっていう化け物語とかマドカマギカをやってる会社さんは54こういうことをやります。まあ中割りだからちょっと赤で書きますけど、本当に中割りとしてこういう形で閉じ口中口開け口の中に中割りを入れて、この5枚で3コマ打ちとか2コマ打ちとかをランダムに口パクをさせるっていう、これはシャフト流だと思っといてください。でもう一個ですね、日本には母音が5つしかありません。なんで歌の時は母音に合わせて閉じ口あいうおっていう形で作る時はあります。ガンダムとかナルトとかある程度クオリティの高く口パクを3枚パクにせずに、なんかこうクオリティを上げようっていう人たちはこことかこことかこれを足して閉じ中開け12345っていう5枚パクだから、この4号はランダムに入れていくみたいな、そういう人たちもいますね。これはガンダムナルトとかはこういう感じですね。なので英語の場合だと舌を歯のところに乗せるとかとかそういうのがあると思うんですけど、日本語の発声でほとんどそれがないから、日本語の場合は本当にあいうえおしかなかったりはするので、あんまり特殊な口とかは使いません。そこら辺が海外とは母音の数が違うっていうところがあるので違いかなと思います。じゃあその口パクのシートですよね。じゃあここからここまでセリフ言ってブレスがあって、ここからここまでセリフがあって3秒のカットだとします。この場合だったら212から212から2からみたいな形で、テレビアニメは通常3コマ打ちでやります。ランダムに閉じ口を入れることによって口が動いているように見える、そこら辺がまあ基本の書き方かなと思います。でシャフト流の場合はどうするかって言ったら、3コマと2コマを組み合わせます。もちろんセリフスピードにもよったりはするんですけど、5431452354みたいな形でオール2コマとかオール3コマにするんじゃなくて、3コマと2コマをランダムに動くことによって人間っぽいぽさを出そうっていうやり方で考えて口パクを打っています。もちろんセリフとかのニュアンスによってそこら辺は聞きながら感覚でやってたりはするんですけど、オール3コマオール2コマとかはしないようにはしてますね。今度は歌ですね。歌の場合っていうのはだいたいコマ出しが来るので、あなたはそうみたいな、こういう形でスポッティングが来ます。そのスポッティングに合わせて中割りを入れるのが肝です。基本は1から6の弦がしかないんですけど、閉じから開きに行った時にいきなりパカって開いちゃうと気持ち悪かったりはするので、ところどころに中割りを入れていく。あとはこのスポッティングに合わせて位置を合わせていくっていう、そういう作業になっていきますと。ここまでが歌とかのいわゆる別セルでの口パクの付け方ですかね。続いてですね、よくあるのが撮影でローリングをしながら口パクをするっていう時に、その時は A セル本体 B セルがから12っていう形で、口パクも別セルで全部ローリングさせちゃえばいくらでも修正は可能なので、中割りで口パクをつけるんではなくて別セルで口パクを作っといてもらえるといいのかなって思います。こうやってセリフになると、こういう形でローリングをさせて口パクを別セルにしてしっかりと音に合わせるってことですかね。そういうような感じでやってみてください。なんでそうしなくちゃいけないのかって言ったら、実際音と合わせてみると、こっちで指定したここからここまででセリフ言ってくださいっていうのと、役者さんが言うセリフははっきり言ってほとんど合ってないので、最終的に色がついたところでこういう形で修正をしていかないといけない
ので動画の中台詞のセリフにしてしまうと修正が困難なんですよね。でもローリングベッセルの口パクにすればここのシートを修正することによってリテイクが治るので後々リテイクが出た時に修正しやすいようにしとく。特にテレビシリーズの場合はそういうことを考えて素材を作ってってもらえるといいのかなって思います。でさっきからねちょこちょこと出ている中台詞に関してですよね。こういう形で A3 で後ろ向きましたと。いわゆる中台詞の入れ方なんですけど、中台詞の指示の場合はこういう形で中割りの詰め指示のところにこういう形で閉じ口開け口中口で喋らせてください。で最後までラスト閉じ口で見えなかったりはするけど中台詞がある時は最後ここの中割りは全部閉じ口ですよみたいな、もちろんねタイムシートも見つつっていう形ですけどそうやっといていただければ、日本人だったらね漢字を書けば伝わるっていうところがあるんですけど絵で説明しちゃっていいと思います。閉じ口開け口中口閉じ口みたいなそういう形にすれば動画さんがじゃあ途中の中割りは口パクをこういう風にすればいいんだなっていうことで分かるはずなのでそういう形で書いてみてください。中割り中に口がずっと開け口だったらセリフにならないじゃないですか。なんで中割り動き中にここは閉じ口ですよ開け口ですよ中口ですよっていうのを全部原画で入れてったら原画さんが動画を書くことになってしまうのでここからここまでの原画を書きますよね原画さんが。で動画さんはそこの間の中割りをする。で中割りした時に口はこういう風に指示を入れれば中割りのところで口パクをちゃんと書いてもらうっていうそういうシステムですかね。これが中台詞のやり方です。やり方としてこういう方もいます。こっち側に閉じ開け中開けみたいな形でタイムシートのところに書く人もいたりはしますのでこっちに書くのもありなんですけど経験則で言うとシートに書いても動画が見てないっていうことが結構あったりはするので原画の方に書いた方がいいかなっていうところですね。Hi, this is Aaron. Wonderful formula. Wonderful car drivers race to become world champions. The fastest racing battle in the world. Audio drama and animated commercials are now available. Now on sale. Thank you for listening. Bye.